サイコガンダムマーク2が発売されるみたいなので、その前にサイコガンダムを作ってみたいと思います。このキットは2004年の8月発売なので、かなり古いキットになります。色分けや可動域、変形の方法などを紹介していきたいと思います。HG のサイコガンダムの箱は、マスターグレードのシナンジュと同じ大きさになるので、かなり大きいです。蓋を開けてパーツを見てみます。足や腕などの外装パーツはかなり大きいですが、ディテールはあまりないです。このキットは黄色い部分がかなりシールになっています。ネジが予備も含めて8本ついています。シールドや足の赤いパーツは一つ一つがかなり大きいです。角の黄色い部分はポリエチレン製になっています。胴体のパーツもかなりの大きさがあります。発売年が古いので、ポリキャップがかなりあります。黄色いパーツはシールの部分が多いのであまりないです。シールドの黒いパーツもかなりの大きさがあります。フレームなどの白いパーツは ABS 樹脂になっています。一番下に取扱説明書があり、16ページあります。パーツ数が15で、シールが1枚とビスがついています。積んでみると結構な量があります。墨入れだけをして組み上げた状態です。シールはツインアイの部分だけ貼っています。まずは色分けされてない部分を確認します。頭部のこの部分のセンサーのピンク色。頭部の後ろ側のこの部分のピンク色。ここからは黄色です。胸部のこの2箇所の黄色。反対側も同じです。前方のサイドの2箇所の黄色。背中のこの部分と反対側。ショルダーアーマーのサイドの部分が反対側も含めて2箇所。足の前方の2箇所です。ここまで紹介した黄色の部分は全てシールで対応が可能です。足の付け根のこの部分はフレームの色と同じ色になります。次は赤色です。この部分の2箇所のスラスター。この3箇所の部分。足ではこの2箇所。内側と反対側の足も同じです。目立つ部分で色分けされてないのはこれぐらいです。可動域を見てみます。頭部はボールジョイントなので一周回すことができます。取り付けるときに変形機構の兼ね合いで奥に入ってしまうことがよくあります。ショルダーアーマーの上の部分はこれぐらい動かすことができます。腕を曲げてみます。90度まで曲がらないです。この部分は一周回ります。横側はショルダーアーマーと一緒に動いて真横ぐらいまで動きます。腕は付け根の部分で一周回ります。ハンドパーツは手首の部分で内と外に少し動きます。一周回すこともできます。親指以外は第二関節から曲がります。すべての指がボールジョイントなので一周回すことができます。胸部は腰の部分と一体になっているので前後左右に全く動きません。フロントアーマーは手前側に45度ぐらい動きます。サイドアーマーは外側に少し動きます。リアアーマーは全く動きません。足の可動域です。膝の部分は90度曲がります。前側はフロントアーマーに太ももが当たるまで動きます。横側にはあまり動きません。後ろ側はリアアーマーに当たるのでほとんど動かないです。このパーツが上下に動きます。足首はボールジョイントになっているのでかなり動きます。つま先部分やかかとの部分は一体成形なので全く動きません。シールドの持たせ方です。まずは腕のサイドのこのパーツを外します。穴が開いているのでジョイントパーツを差し込みます。シールドの裏の部分の穴にボールジョイントをはめます。これで持たせることができました。シールドが重いのでシールドの方に傾きます。バランスをとってやるときっちり立たせることができます。モビルアーマー形態へ変形させます。まずはシールドを分割して変形させます。シールドの裏の黒い部分を上側に動かしてカチッとはめます。もう一つも同じように変形させます。シールドは最後に使います。角を閉じて頭部を後ろ側にスライドさせます。ボディの前側を下側は外して上側はスライドさせます。スライドさせるとこのような感じになります。頭部を押し込んでショルダーアーマーの上の部分を起こします。起こした部分を押し込みます。次は背中のこの部分を下側に動かします。この部分を上に起こして頭部にかぶせ下側に動かします。
先ほど外していたボディの前面を上側に開きます。中にある棒を手前側に倒します。この穴に差し込みます。腰の部分を少し曲げて差し込みます。この状態で見ているとボディの中はほとんど何もないです。この赤い部分を上側に動かして頭部を隠します。まずは足首を持って下側にスライドさせます。膝の関節部分を持って下側に引き出します。黒いパーツを下側にスライドさせます。太ももの外側のパーツを外して手前側のパーツを上に動かします。足を前側に90度持ち上げます。前に出した足を中間の部分から下側に動かします。足首を持って当たるまで曲げます。90度曲げてこの突起部分を差し込みます。黒い部分を押し込んでおきます。反対の足も同じ手順で変形させます。腕の変形です。まずは手を引き出します。赤い部分を引き出して内側に回転させて押し込みます。ハンドパーツは手首の部分から内側に曲げておきます。腕のこの部分を展開して紫色のパーツを手前に引き出してショルダーアーマーの前面を展開します。腕を手前に90度曲げて展開したパーツの突起部分をショルダーアーマーのパーツの穴の部分に差し込みます。反対側の腕も同じように展開します。腕まで変形させるとこのような感じになります。ジョイントパーツを斜め上に向けて取り付けます。白い突起が手前側にあるシールドを取り付けます。シールドの穴にボールジョイントを差し込みます。かなり取り付けづらい感じがします。シールドの白い突起を腕の穴に差し込みます。反対側も同じように取り付けます。モビルアーマー形態に変形させてもかなり大きいです。ロック機構があるので変形した状態を維持できます。武装の紹介です。まずは3連装拡散メガ粒子砲です。指の先のビーム砲が10個あります。最後に小型メガビーム砲が2個です。このキットの感想です。サイコガンダムは144分の1ですがパーフェクトグレードと同じぐらいの大きさがあります。大きくてなおかつモビルアーマーに変形できるというのは非常に魅力的です。かなり大きいので飾るところには困るかもしれません。古いキットなので合わせ目は結構な部分で発生します。シールドを取り付けるとかなり重いのでバランスが取りづらくなります。おまけでコックピットの開閉ギミックです。この部分を手前に展開すればコックピットハッチを開けることができます。HD なのでさすがに内部までは見れません。閉じる場合には上側に動かせば閉じることができます。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。